はようございます。今日は白谷雲水峡トレッキングに行きます。安房バス停7時34分の長田行きに乗ります。安房バス停の前にお弁当屋さんあったんだ。私は前日にスーパーでお昼用におにぎり買いました。バスが来ました。2分遅れくらいでほぼ時間通りに来ました。無事バスに乗車。ご乗車ありがとうございます。次は25番おはら次はおはら町です。おはら町で乗ります。今見えているバスで来ました。おはら町バス停に到着。向かい側のバス停に乗り換えます。8時15分の白谷雲水峡行きに乗ります。バスが来ました。こちらもほぼ時間通り。お待たせしました。白谷雲水峡行きです。次は白谷雲水峡終点です。国内外問わず各地から観光客が来ている様子。まずはトイレ。このチケットの右側についてた券で100円引きになりました。500円かかるところを100円引きで入れました。では白谷雲水峡トレッキングスタートです。今回は太鼓岩を目指します。往復約 5.5km、 一般的には 4,5 時間程度かかると言われています。最初は岩。滑りやすいので要注意です。適宜時間を表示していますが、どちらかというと早めのペースだと思うので参考程度に。細かい階段。さつき吊り橋が見えてきました。iPhone で撮影してますが落としそうで怖い。苔むす森を通って太鼓岩に向かいます。苔むす森はもののけ姫の舞台となったと言われています。白谷雲水峡もツアーで来ることができます。縄文杉トレッキングに比べると個人で来ている人が多いように感じました。前日縄文杉トレッキング中にお見かけしたガイドさんがいて、昨日もあったねと声をかけてくれました。
水を流れているところを通るので、トレッキングシューズだと滑りにくく防水なので安心です。私は前日に縄文杉トレッキングをしました。縄文杉トレッキングも特にガイドさんはつけず、マイペースで楽しみました。ガイド付きのいいところはいろいろ情報を教えてくれるところ、ペース配分をしてくれるところです。個人のいいところは自分のペースで登れるところ、直前に予定を変更できるところです。私は前日の縄文杉トレッキングを経て翌日も行けると思い、白谷雲水峡トレッキングは前日に決めました。くぐり杉が見えてきました。くぐります。看板で分かりやすく案内してくれています。縄文杉トレッキングはきつすぎるという方は白谷雲水峡トレッキングがおすすめです。トレッキング中終始自然に癒されます。自然の中の水の音、癒される。苔の緑が神秘的。苔むすもり到着。私の動画テクニックでは全く良さが伝わらない。正直苔むすもりが特別蒸しているとは感じませんでした。トレッキング中蒸していて幻想的な場所がたくさんあり、苔むすもりに限らず良い光景が広がっている感じです。赤い印を頼りに足元に気をつけながら進みます。まもなく太鼓岩に到着です。太鼓岩到着。無事太鼓岩に到着しました。景色を存分に堪能したので戻ります。行きにゆっくり見れなかったところを見つつ、自然に癒されながら戻ります。太鼓岩から350メートルほどのところにある女神杉。足元見ながら慎重に。頭上に注意。
7分過ぎ、苔むす森より少し入り口に近いところにあります。太鼓岩や辻峠付近にはトイレがないので、白谷小屋のトイレを利用します。携帯用トイレを使用するブースは途中にもあります。だいぶ戻ってきたので、トイレとお昼休憩。白谷小屋。今日は近くのスーパーで買ったおにぎりです。白谷小屋の近くで食べます。早朝でもやっているお弁当屋さんや、早朝に宿に持ってきてくれるお弁当屋さんもあるので、それを利用するのもおすすめです。しっかり休憩したので、再び登山口に向かって出発。だいぶ戻ってきました。やっぱ緑が気持ちいい。ちなみに服装は前日の縄文杉トレッキングと一緒ですが、宿の洗濯機で洗いました。複数枚持ってきてもいいのですが、結構汗をかくので、汗かいた服を持ち続けるより洗いたい派です。宿の乾燥機が故障中で使えませんでしたが、干したら一晩で乾きました。トレッキングを予定している人は、洗濯機があるもしくはコインランドリーが近くにある宿がおすすめです。登山口に戻ってきました。はい、無事到着しました。すっごい気持ちよかったです。バスまで時間があるので少し待ち。トレッキングを終えてそのままバスで宮の浦エリアに来ました。キッチンハブダイニングというお店に入ります。おやつタイム。屋久島タンカンジュース。お店の雰囲気はこんな感じです。おしゃれな感じ。タンカンジュース美味しい。お腹空いたのでピザも頼みました。タコスロールも頼んじゃいました。おやつにしては随分食べたのでちょっとお散歩。この道路が島を一周している道路です。この道路は車の運転しやすいですが、脇道などに入ると迷うこともありました。屋久島はコンビニはありませんが、スーパーやドラッグストアなどがあり、思ったより栄えている感じがしました。特に車を利用する方は不便なく観光できると思います。バス利用の方はスーパーやバス停などの場所も確認して宿選びするのがおすすめです。私は初日はレンタカーで観光し、縄文杉トレッキング、白谷雲水峡トレッキングはバス利用しました。バスも比較的時間通りに来るので、調べて利用すれば便利に利用できます。バス代は安くないと感じたので、何回利用するかを確認して、数日利用できる乗車券にするのか、毎回払うのかを決めてもいいと思います。お土産屋さんがいくつもあります。屋久島ふるさと市場に入ってみます。八幡樹茶園アイスクリームほうじ茶。お店の中に食べる場所もあったので買っちゃいました。パチンコ屋混んでる。屋久島では現金しか使えない場面が多々あったので、現金も用意しておくとスムーズです。特にバスを都度払いする場合はしっかり用意しておいた方がスムーズ。薬神社。カフェを探しつつ歩いてましたが、バスの時間が迫ってきてます。
Google マップの営業情報は当てにならないことがよくあります。ちょっと休憩できそうなカフェが見つけられず、とりあえず大通りに戻ります。バスの時間までふれあいプラザ屋久島間に寄ります。かから団子100円としそジュース200円。安い。美味しそう。閉店間際で一つおまけにいただきました。地域の人の温かさにほっこり。宿で洗濯などを済ませて夕食食べに行きます。夕食はこちらの鴨川でいただきました。メニューの種類豊富。何でもある。焼酎の量が良心的。ストレートでこの量。首折れサバ刺身、唐揚げ、トビウオの唐揚げ、とんかつ。やはりストレートでこの量。お酒強くないのでこの量だと2杯でベロベロ。夕食時は国内外問わず観光客で結構にぎわってます。閉店間際のお店。安いのに量が多くてお腹満たされました。安房を散策したのは安房バス停の近くです。動画の最後に簡単な地図を載せておきます。時期や曜日、時間によると思いますが、お店は選びたい放題って感じではないです。でもお店はあります。事前に調べていくのがおすすめ。また Google マップで営業中になっていてもやっていなかったり、その逆もあるので時間に余裕を持った行動が良さそうです。静か。2軒目行きたい気持ちもありつつ、お腹いっぱいだし、お酒もこれ以上飲めそうにないので、散歩だけ。屋久島にはモスバーガーがあります。今回利用している宿はこのモスバーガーまで徒歩5分くらいです。2軒目としてめちゃめちゃ気になるけど入りづらいお店がちらほら。やっぱり鴨川レストランおすすめです。夜に散歩したエリアは赤で示した安房バス停付近のこのエリアです。夜散歩に限らず今日利用したお店などはわかる範囲で概要欄に Google マップのリンクを載せておきます。ご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また見てね。